皆さんこんにちは、ルリコです。本日はドゥカティムルティストラーダ V4S を試乗インプレさせていただきます。よろしければ最後までご覧ください。はい、というわけで今回試乗しているのがドゥカティのムルティストラーダ V4S を試乗しています。背景がとてつもなくおしゃれな場所に来ているんですけれども、なんでこういうとこに来たかっていうのは、ウェブオートバイの YouTube チャンネルを見ていただくととってもおしゃれに映っていると思います。じゃあね、ちょっと車両の紹介していきたいと思います。排気量が 1158cc、エンジンが水冷フォースト DOHC4 バルブ V 型4気筒のバイクです。最高出力が170馬力、15000回転、最大トルクが125ニュートンメーターで8750回転となっています。このムルティストラーダっていうのは 4in1 って呼ばれていまして、スポーツ、トラベル、エンデューロ、アーバン、この4つをですね完璧に融合していて、あらゆるライディングコンディションで楽しい走りを実現してくれるっていうコンセプトなんですね。前から見るとこんな感じです。ライトは全て LED になっていて、コーナーリングライトとかもついてるみたいです。大型のスクリーンですね。こちらはですね6段階で高さが調節ができます。片手で調節ができるので工具とかが必要ないのがすごくありがたいですね。はい、リアから見るとこんな感じです。存在感がある後ろ姿っていうのもね、今サイドパニアが2つついておりまして、で右側の方はマフラーの形状に沿ってこうちょっとえぐれているようなデザインになっています。でね、このパニアが面白いのがちょっとね動くんですよ。動いて衝撃を緩和してくれます。はい、そしてクイックシフターは標準装備です。でこちら大きいタンクはですね22リッターですね。でこのタンクのところにこんなポケットがあるんですけど、ここにはスマートフォンを入れることができます。こんな感じで入れることができます。でこれスマートフォンを中に入れて、実はここのディスプレイにですねドゥカティコネクトっていうのでスマホと連携してナビとかを表示させることもできるんですよ。そしてこちら鍵がキーレスとなっています。シャキーンなのでこの鍵を挿すことってあんまりないんですけど、挿すとしたらこのパニアケースかな。パニアケースとかをこう、おーでかっ、めちゃくちゃ入りますね。すごっ。鍵が1個だけでいいってのめっちゃいいですね。楽。はい。でハンドル周りがこんな感じです。見ての通りとってもなんかボタンがたくさんあるんですけれども、ちょっとねまずはメーターをつけてみましょうか。はい、キーレスなのでイグニッションボタンをピッと押します。カティかっこいい。 6.5 インチのフルカラー TFT ディスプレイとなっています。とっても大きい表示で見やすいですね。でこれ走行モードがですねありまして、アーバン、スポーツ、ツーリング、エンデューロ、はい、この3つから選ぶことができます。はい、そしてグリップヒーターも選択できますし、あとはねシートヒーターもあるんですよ。シートヒーターはこの前面とあと後ろの人もあったかくなるんですよ。これめっちゃあったかかったですよ。これやっぱなんか後ろの人の考えてくれてるっていうのはすごい嬉しいポイントですね。大事ですよ。ではエンジンをかけてみましょうか。恒例の足つきチェックをしたいと思います。私の身長は161センチの股下78センチ。今日は厚底ブーツで底が3センチ厚いブーツを履いています。お許しください。はい、ではこちらドゥカティムルティストラーダ V4 ドゥカティムルティストラーダ V4S のシート高は2つ選べまして、830と810の2段階で調節ができます。今は810のモードです。また上がります。はい、こんな感じです。両足つま先がついてます。830だと両足はねソールの先ぐらいしかつかなかったんですけど、810だと結構ちゃんとつきますね。で片足だとこんな感じでべったりつきます。はい、普通にやると両足はつ
きません。はい、つかないので片足の状態でグッとで、スタンドを払うときはほっと移動してペット。はい、こんな感じです。ポジションはこんな感じですね。やっぱ直立っていう感じでかな。はい、そしてムルティストラーダ V4S の車両重量は218キロとなっております。動かします。軽いかって言われたら軽くはないけど、この大きさにしたらあれ意外と軽いんだなと思って動かしてみたら、これもすごくゆっくり落ち着いてやれば女性の方でも動かせられちゃう。意外と軽いんですよね。なんでだろう。全然余裕じゃんできた。私でもできました。はい、こんな感じです。はい、それでは市街地を走っていきたいと思います。後ろには東京タワーが見えます。いい音だな。このドゥカティっていう感じのゴリゴリした音がこう街乗りでも聞こえてきますね。いい音だ。これだけね大きい車体なので街乗りってどうなんだろうって思っちゃいますよね、やっぱり。でもね、このムルティストラーダ V4S スポーツ、トラベル、エンデューロ、アーバンがね街乗りですから、どんな感じになるんでしょうか。心配していた足つきなんですけど、ローシートだったら全く問題ない。何にも怖くないんですよね。特に街乗りなんてさ、ストップ&ゴーが多いところだから、できれば走りたくない、そんなような場所なんですけど、普通に乗れちゃうんですよ。これねモードが4つあるので、アーバンのモードで走ってみました。でこれねすごいのがビークルホールドコントロールっていうのがついてて、今ここにマークがついてるんですけど、ブレーキをギュッと押し込むことによってこのシステムが作動してくれて、今ブレーキ踏んでないんですけど、こんな感じで、はい、で坂道発進の時とかにすごく役立つんですよね。助かる。さあ高速走行入ってきます。このムルティストラーダ V4S はとにかく高速走行がすごいんですよ。はい、まず今ここ光ってるの分かりますかね。これウインカーじゃなくってミラーの内側にこうライトがついてるんですけど、これって近くに車両がいる時にレーダーで察知してくれて、ミラーのとこで教えてくれるんですよね。で今近くにほら車両がいたんですよ。で逆にこの車両がねいる時に車線変更しようとすると、横にいるけど行っちゃうのみたいな感じでウインカーが教えてくれるんですよね。チカチカ。これがねブラインドスポットディテクションっていう機能がついてるんです。はい、ただいま赤ラインを走っているんですけど、渋滞の中を走ってます。そんな時にアダプティブクルーズコントロールをつけてみようかと思います。セットしました。今59キロで走っているんですけど、これをねちょっと仮に設定速度を上げちゃいます。普通のクルーズコントロールだと70キロ出したら70キロまで加速するんですけど、前の車両の速度を検知してくれているので、今の前走車の速度に合わせて走行してくれてるんです。なので加減速をねしなくていいっていうのがめちゃくちゃいいポイント。渋滞の時とかってクルーズコントロール使えないじゃないですか。いちいち速度変えなきゃいけないんだったら、普通に自分でアクセル回してた方が楽だよなっていう感覚なんですけど、アダプティブクルーズコントロールであれば加減速をやってくれるので超楽めっちゃ楽です。さあそしてワインディングに入っていきますよ。新しくなったところで一番大きいって言ったら、フロントのタイヤが19インチになったことなんですけれども、私はねちょっと過去のムルティストラーダ乗ったことがないので違いがわからないんですけど、こんなに曲がるってぐらいキラーって曲がっててくれるんですよね。なんかちょっとアドベンチャーバイクって個人的にはワインディングが怖いイメージがあって、なんだろう、視点の位置が高いから、普段乗ってるバイクと違うからかな。うわー気持ちいいうわーこの道めっちゃいいんだけど、ちょっとせっかくだからモード変えてみようかな。スポーツに変えてみました。変わるかな。お加速感がすごい楽しい楽しいすごい。なんで乗りやすいんだ。これはアドベンチャーじゃないね。こんなに峠も楽しめるんだ。本当に素直にパタって倒れてくれる。アドベンチャーバイクって小回りって結構私できないっていうね勝手なイメージなんですけど、
これはね小回転がすごくしやすいなって思ったんですよ。こう U ターンする時とかもね、モタードのバイク乗ってるぐらいのなんかこの軽快さがしますね。はい、というわけで今回はドゥカティムルティストラーダ V4S を試乗させていただきました。すごい好き、私ムルティ。こんなにね乗りやすいと思わなかった。しかも乗りやすいだけじゃないんですよね。乗りやすいだけじゃなくて楽しいんですよ。なんか私が特に気に入った場所はアダプティブクルーズコントロールかな。こんなにね性能がいいと思ってなかったんですよ、正直。やっぱ車には勝てないよねって思ってたんですけど、乗ってみたらもうすごいこの機能あればね本当に遠出してても疲れない。私はこうタンデムとかもいっぱいしたんですけど、タンデム走行もすごく楽だったので、ご夫婦でツーリングされるっていう方には超ぴったりな車両だと思います。あとはスポーツライディング、ワインディングの時の楽しさっていうのがやっぱりV4S っていう名前がついてる車両なんだなって思う加速感というかね。ちょっと今分かった今のスポーツこれですよこれねもうたまらん。バイクに乗っててちょっとこう刺激が欲しいぜっていう方にはもう本当にもってこいスポーツ。これねでもタンデムの時やっちゃうと後ろの人飛んでっちゃうから気をつけてくださいもうそれぐらいね感覚が変わるんですよね。アーバンモードにすればもうすごくマイルドに走り出してくれますし、街乗りもすごくしやすかったので、今日はね私はエンデューロオフロードは走ってはいないんですけど、佐々木さんがねちょうど走られてたんですよね。楽しそうに走ってたないやまさしく4 in 1ですよ。4 in 1、どこにでも行けちゃう、どこでも楽しめる、そんなバイクです。車両価格がベースが290万円ぐらいだったかな。でそこにプラスでオプションをつけていくっていう形なんですけど、いやいいなこういうの乗ってねちょっとロングツーリングとか行って旅したいですよ。はい、というわけで今回はドゥカティムルティストラーダ V4S を試乗インプレッションさせていただきました。ウェブオートバイの YouTube チャンネルでも同じく動画をアップしてますので、よろしければそちらもご覧ください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?